おはようございます。ケンです。今日はテスラの Q4、つまり10月、11月、12月の動きをまとめて振り返りながら、この四半期で本当に起きた本質的な変化についてお話をしていきたいと思います。まず最初に、はっきり結論からお伝えします。Q4 のテスラで一番重要だったのは、販売台数でも値引きでも株価の上下でもありません。この四半期で起きた最大の変化は、テスラを見る評価軸そのものが切り替わったことです。もし今も今月は何台売れたのか、欧州の販売が落ちているのではないか、こうした視点だけで Q4 のニュースを追っていたとしたら、正直かなり分かりにくい四半期だったと思います。値引きのニュースが出る、販売減の話が出る、規制や調査の話が出る、普通に考えれば不安材料が多い。でも株価は大きく崩れない。むしろ評価は維持され、場面によっては引き上げられている。正直よくわからない。そう感じた方も多かったのではないでしょうか。ですが、これは市場がおかしいわけではありません。僕たちの見方がまだ一段古かっただけなんです。今日はこの動画でなぜ Q4 のテスラが分かりにくく見えたのか、そして Q4 を通じてテスラが何の会社として見られ始めたのか、この点を一本の線で整理していきたいと思います。まず最初になぜ Q4 のニュースはここまでちぐはぐに見えたのか、ここから整理します。Q4 はこんな出来事が同時に起きていました。値引き、欧州での販売減、FSD をめぐる規制や調査、それでも崩れない株価、これをこれまで通り自動車メーカーとしてのテスラという視点で見ると、どうしても評価が噛み合わなくなります。ここで一つとても大事な言葉を整理します。僕の YouTube でも最近何回も言っていますけれども、それが評価軸です。評価軸っていうのは、この会社を何を基準に判断しているのかという視点のことです。これまで長い間テスラは自動車メーカーとして評価されてきました。販売台数、利益率、成長率、これらが主な評価軸でした。だから値引きっていうのは需要が弱いのではないか、販売減っていうのは成長が止まったのではないか、そう考えるのはごく自然な反応です。ですが Q4 を境に市場が見ているものは明らかに変わりました。今市場が見ているのは EV が何台売れたのかっていう話ではありません。見ているのは AI、FSD、自動運転、ロボタクシー、つまり現実世界を AI で動かせるかどうかという一点なんです。ここが Q4 で起きた決定的な変化です。テスラは EV を何台売る会社なのかではなくって AI が現実の道路や社会で通用するのか、その検証フェーズに入った。だから値引きも販売減も規制の話も全てが主役ではなくなったんです。主役になったのは FSD がどこまで現実世界を理解できているのか、ロボタクシーがどこまで社会実装に近づいたのか、その一点です。では、ここからは Q4 を10月、11月、12月という時間軸で追うのではなく、変化の流れとして見ていきます。まずは10月です。10月はテスラの方向性がはっきりと見え始めた月でした。FSD の世界展開、AI 企業としての位置づけ、車が単なる移動手段ではなく、走る AI ノードとなっていくという考え方、この時点ではまだ分かる人には分かるっていう段階だったと思います。10月の時点では多くの人にとって面白い話ではあるけれど、まだ未来の話、そう映っていたはずです。ですがテスラはこの時点で次のフェーズへ進む準備をすでに始めていました。この10月では僕の方もまだ評価軸っていう言葉は出していません。まだその評価軸っていうのが見えてくる前の段階だったんです。そして11月です。11月はテスラが本気で動かし始めた月でした。FSD は明らかに質が変わりました。特に欧米での FSD のバージョン14の進化はまだ未完成な技術から実用フェーズに近づいている技術へと評価を変えるのに十分なものでした。ここで重要なのはちょっと便利になったっていう話ではありません。
市街地、複雑な交差点、予測できない動き、こうした現実世界の中で人間の介入が大きく減ってきた。これはロボタクシーを前提にしなければ意味を持たない進化です。さらに11月はロボタクシーが構想ではなく運用前提で語られ始めた月でもありました。州単位での許可も増えてきました。運用ルールの整備もされてきました。清掃だったりトラブル対応まで含めた設計になってきました。これは数十台の実験ではなく数万台規模で動かす前提の動きです。同時に充電インフラも一気に拡張されました。スーパーチャージャーの急増、外部企業を巻き込んだ拡張モデル、ロボタクシーが普及した時、最大のボトルネックは充電です。そのボトルネックを事前に潰しに行く。ここにテスラの本気度が現れていました。そしてここまでが Q4 の前半から中盤にかけて見えてきた流れです。10月に方向性が示され、11月にそれが実行フェーズへ入った。ではなぜ12月はこれほどまでに分かりにくく見えたのか、なぜ悪材料が出ても評価が崩れなかったのか、このあたりから評価軸っていう言葉が見えてきます。はい、ということでここから先が Q4 の革新になっていきます。後半では12月に起きた評価軸の転換がどの瞬間にどのように可視化されたのか、そしてテスラオーナーとテスラの投資家の方がこれから何を見るべきなのか、この点をこれから深く整理していきたいと思います。はい。ということで、ここからは12月の話になります。12月は正直に言ってニュースだけを追うと非常に分かりにくい月でした。値引きの話が出る、欧州での販売減が報じられる、FSD をめぐる規制や調査の話も出る、普通の自動車メーカーであれば、これだけ揃えば評価は大きく下がります。ですが、12月のテスラは違いました。株価は大きく崩れない。評価も想像ほど落ちない。むしろ悪くないと受け止められている場面すらある。それはなぜか。理由はシンプルです。市場が今月は何台売れたのかという見方をすでに主軸にしていなかったからです。市場が見ていたのは将来どこからキャッシュフローが生まれるのか、その構造でした。ここで非常に重要な視点があります。ロボタクシーというビジネスは車を売って終わりではありません。1台の車が毎日走り何年も稼ぎ続ける。これは製造業ではなく運用モデルです。この構造が見え始めた瞬間から四半期ごとの販売台数のブレは以前ほど重要ではなくなります。12月、市場は静かにテスラを製造業として評価する段階を通過しました。これが悪材料が出ても評価が崩れなかった最大の理由です。ここで評価軸の転換が出来事として可視化された瞬間ということになってきますけれども、ここからは評価軸ということについてお話をしていきます。12月の下旬、サンフランシスコで大規模な停電が起きました。この時、ウェイモの自動運転サービスは一斉に運行を停止しました。一方で同じ街、同じ時間帯にテスラの FSD の搭載車は通常通り走行していました。ここで重要なのはどちらが優れているのかっていう話ではありません。重要なのは設計思想の違いです。多くの自動運転は高精細マップ、通信、都市インフラ、これが正常に動いている世界を前提にしています。言い換えると、整った世界で最適化された自動運転なんです。一方、テスラの FSD は違います。信号が壊れても、通信が切れても、その場の状況を見て判断する。これは人間の運転に非常に近い考え方です。人間が運転できる世界なら AI も運転できる。この思想の違いが停電という非常事態ではっきりと表に出ました。市場がここで気づいたのは、自動運転は完璧な都市を前提にすると止まりやすい。でもカオスな現実世界を前提にすると止まりにくい。この差っていうのは将来決定的になります。次に FSD そのものの進化についてです。12月 FSD のバージョン14が話題になりました。この FSD のバージョン14についてある専門家は横に乗っていて AI が運転していることを意識しなくなるレベルっていう風に表現しています。これはもう運転支援ソフトではありません。現実世界を理解し、判断し、行動する AI です。さらに重要なのはテスラはソフトウェアだけで戦っていないという点です。12月、
逆行、いわゆるサングレア問題に対してテスラは特許を出願しました。多くの AI 企業はデータとアルゴリズムだけで世界を理解しようとしています。ですが、テスラは違います。光の反射、太陽の角度、物理的な制約、こうした現実世界のノイズ、これをハードウェア側から潰しに行っています。AI、ハード、量産、この3つを同時に回している企業はほとんど存在していません。だからこそ簡単に真似ができないんです。では、ロボタクシーの社会実装について見ていきます。12月は地域ごとに全く違うアプローチが見えた月でもありました。ヨーロッパでは派手なデモは行われていません。都市部ではなく地方、高齢化が進み、公共交通が弱い地域、そこでこの技術があると生活がどう変わるのか、これを丁寧に見せています。速さでもなく、派手さでもなく、役に立つかどうか、これは規制の厳しいヨーロッパを攻略する上で非常に正しい戦略です。一方で中国です。中国ではロボタクシー関連の求人が静かに出されました。派手な発表はありません。ですが、回路設計、基盤、停電圧系、これは実験ではなく実装前提の準備です。中国ではできる直前まで語らない、こういう文化があります。だからこそ、この静かな動きはとても重要なサインなんです。地域ごとにフェーズを分け、同時並行で進める。これはグローバルロボタクシーを本気でやる企業の動きです。では、ここでテスラオーナーの方にとって Q4 は何を意味しているのか、テスラ社は単なる移動手段ではなくなりつつあります。将来 AI ネットワークの一部として価値を持つ可能性が出てきました。だから売らずに持つという判断をする人が増えています。次にテスラ株投資家の方です。これから重要なのは四半期の販売台数ではありません。FSD の完成度、ロボタクシーの社会実装までの距離、そしてそれがスケールするかどうか、この3点です。ここまでを踏まえて Q4 を一言でまとめます。Q4 のテスラは未来を語る会社から社会に入り始めた会社になりました。だからニュースがちぐはぐに見えました。評価軸が変わった今、販売台数や短期の数字は主役ではありません。主役は FSD の完成度、ロボタクシーの社会実装、そしてそのスケーラビリティです。ではそういったことを踏まえて最後に皆さんに問いかけたいと思います。今皆さんはテスラを車の会社として見ていますか？それとも現実世界を動かす AI の会社として見ていますか？この視点の違いでテスラのニュースの見え方は大きく変わります。今後は販売台数の見出しよりもどこで何が静かに進んでいるのか、そこを見てください。きっと今までとは違った世界が見えてくるんじゃないかなと思います。はい。ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方は、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では、今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。推進です。株式会社エコファクトリーの輻射熱の体感会、冬の会の日程が決まりました。ぜひ真冬の輻射熱、床暖房とはまた違う暖かさの次世代技術を体感してみませんか？過去にですが、やはり建築関連の方が興味を持たれていらっしゃるケースが多いです。また、不動産関連です。やはり断熱性の悪い建物を電気代を下げつつ、温めたり冷やしたりする技術に興味を持たれるケースが多いです。実際に建築関連の方でエコファクトリーのエコウィンを取り扱い始めてくれる社長さんもいらっしゃいます。なのでぜひエコファクトリーの技術を取り扱ってみたかったり、商業施設に導入したい方に特におすすめです。個人宅にもおすすめですが、イニシャルコストの回収となるとオフィスなどの方が早いと思います。導入実績はかなり多くて、体育館への導入、学校、クリニックなどなど、導入実績はホームページの方にありますので、ご確認いただけたらと思います。ぜひ、どんな感じなのか、こればっかりは体感しないとわからないところではありますので、ぜひ体感をしてもらいたいと思います。では、日程ですけれども、1月23日の金曜日、エコファクトリーの熊本本社で行います。福岡からは一緒に行きましょう。車は僕の方が出します。熊本空港まで来られる方は、空港からの送迎
演もいたします。時間は朝の10時から15時ぐらいまでを想定しております。そして2月9日の月曜です。エコファクトリーの東京支社で行います。定員は10名です。10時から12時を予定しています。その後は近くでランチして解散という流れです。東京の方も僕の方は朝一で東京に行きます。参加をご希望される方は僕の LINE の方からお問い合わせの方よろしくお願いいたします。はい、ということで今日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。じゃあまた。